皆さん聞いてください。なんと騙されかけました。どういうこと？不動産や賃貸物件探してるっていう動画先週上げたと思うんですけれども、その過程でサイトでやり取りする中でお金の振り込み詐欺に遭いそうになりました。あれか。その流れご紹介します。スタート。違和感1、チャットの返事がレイではなくてトゥ。イタリア語だと丁寧形だとあなたレイで、友達とか家族だったらトゥって言うんですけど、で私はもちろんその方とコンタクト取るときっていうのも普段はサイトを通して不動産屋経由で物件を見ることが多かったんですけど、今回は初めてプライベート個人の方とのやり取りでした。不動産屋返さない方が仲介料払わなくていいからお得だなっていうところがあったんですよね。でチャットでやり取りするときに私はこの日に下見したいんですけれどもできますかっていう返事をもちろん丁寧形で質問したんですけれども、相手から来た返事がそのトゥって言われる、カジュアルな返事できたのがあれってちょっと違和感。もともとイタリアに最初来た時はそのトゥって呼んでもらえるのが親近感があって、そのレイからトゥに変わる瞬間ってすごく私は嬉しかったんだけど、さすがに最初から連絡する時にトゥっておかしくないっていうのが違和感でした。それで次のなんかおかしいなっていうとこあったの？違和感に、サイトのアイコンは女性だったのにその後連絡来たのが男性の名前だったこと。メールが来た時ね。その方は最初チャットでやり取りしてたんだけど、メールの方がやりやすいからメールでいいって聞かれたからもちろんって言って、その後メールに切り替わったんだけど、最初女性の方なんだと思ってたのに返ってきた連絡が男性のメールアドレス。そしてさらには普通だったらこうメールの最後の文の最後に自分の名前を入れるところを名前書いてなかったんだ。そう、毎回書いてなかったの。これもすごい違和感だ。怪しいねちょっとね。でだんだんなんか不思議な人だなって思い始めたんだけど、そのメールの内容がさらにね、実はこの賃貸を募集する中で自分は2回すごい嫌な経験をしたと。なんか言ってたね。なんか最初はなんか敷金契約直前でなんかそしたらその借りようとした人が敷金持ってないってことで契約結べなかったみたいな、そんな嫌な思いしたとか書いてある。そう、で2つ目の嫌なことは、下見のアポを取ったのにその人に現れなかったっていうので、彼はその仕事をしながら別の仕事をしながら、募集をやってて時間を作ったのにそういう経験をしたからすごい嫌な思いをした。だからこうなんかすごい感情に訴えるようなメールだったんだけど、今の大家さん、私たちの大家さんはすごいいい人だから、それは大変だったね、私たちはちゃんとコンタクト取れるから大丈夫だよっていう返信をしました。そして違和感3、もうここでほぼ確定だったんだけど、その次に来たメールがよかった、それなら大丈夫だね、じゃあこの後のステップだけど敷金礼金と初月の家賃をサイトを通して振り込んで、それだったら履歴も確認できるから、もし嫌だった時は返せるから。まだ下見してないじゃんみたいな。いやもうこの時点でおかしいからね。おかしい、でもなんかさ日本人でさフィレンツェに住んでる人でさ、なんか全く同じような感じでその振り込み詐欺にあったみたいなこと言ってなかった？そうその人はフィレンツェはやっぱり物件が少ないみたいで、賃貸の物件が引っ越すのもすごく大変だから、空き物件があったらもうすぐ応募して、でもちろんその方も慎重にやってたんだろうけど、じゃあお金振り込んでいざ振り込んだらもうそれ騙された。でこの流れ冷静に聞いてれば絶対そんなの騙されないでしょうって思うと思うんです。後からねこの話聞いたらそんな大したことないと思うけど、嫁さんもね一生懸命イタリア語でメール書いたりして一生懸命ねメールも辞書引きながら理解してやってたからね、そこはやっぱりさ
そのタイミングいろいろやり取りしてる間ではそういうのはちょっとおかしいなぐらいしか感じないもんね。そう、もうあとは私たち切羽詰まってないというか、まあ余裕があるからね。引っ越しの期日も決まってないから、うん、別に冷静にゆっくり探せるからいいけど、多分いろんな状況が変わってたら私たちもでも騙されてたと思う。もしかしてね、イタリア来たばっかりの頃だったら、もうそういうもんなんだと思って、ね、もしかしたらもう先にそれ振り込んじゃったかもしれないよね。本当に。だから皆さん注意しましょう。注意して。こんな感じで家探し悪戦苦闘してるんですけれども、金曜日、大家さん、今の家の大家さんとピザを食べに夕飯行ってきました。考えられます？日本で家のアパートの大家さんとご飯行ってなかった。で、それで、旦那さんと奥さんといろいろ話をして、それで、状況を説明したんですね。家賃会社で出してもらってて、ちょっと経費削減のために引っ越さなきゃいけないと。そしたら、いやー残念だと。お前たちを、に住んでほしいと思って、君たちを選んだから、それなのに、すごい残念だって言って、なんとか残れないのか、みたいな、そんな感じで話をしてきました。その時に、食事してる時に、私たちがなんで選ばれたかっていうのを初めて知ったんだよね。他にも6人、住みたいっていう候補者がいて、で、なんで、俺ら外人の日本人だけど、選ばれたのかっていうところね。そう。なんと、家の見方がすごく良かったというか、家を大事にしそうっていう印象だったみたい。いろいろキッチンとか、ベッドとか、いろんな詳細のところを見て、これいいじゃん、これいいじゃんってもちろん日本語で言ってたんだけど、そしたら不動産屋のお姉さんが、お姉さんっておばさんなんだけど、すごい俺らに親切で、で、なんかそういうその家の見方を彼女がどうやらちゃんとチェックしてたみたいで、で、それが理由で、大家さんの方にも、この人たちがいいですよって勧めてくれたみたいなんですよ。だから実は、今住んでる物件の1個前に、その不動産屋さんと行った時に、他の家も見せてほしいな、でも、他にもいっぱい候補者いるんでしょって言ったら、でも、あなたたちが一番よ、第一優先よって言われて、その時は、なんでって、こんなにイタリア語片言で、外国人で、そんなに保証もないのに、なんで私たちが一番優先なのって、すごく本当に不思議だったんだよね。あとは、すごい大家さんが、その我々に貸す前は5年間 B&B っていう形で民泊をやってたんですけど、その前に、どんだけ家がボロくて、で、それをどういう風に回収したかっていろんな工事の写真とか見せてくれて、そうなんだ、こんなに綺麗になったのは、彼ら大家さんが手をかけて、ね、こう作ったんだっていうのがあって。今、アナトリアって大家さんの奥さんに、家がどんだけ古いか知ってるのかって言われて、アナトリアに言われました。大家さんに、お前らの住んでる家は1400年、600年以上前に作られた家に住んでるんだぞ。そこにお前そんな綺麗で安く住めてるんだぞと、言われました。だから私たちがオープンするホテルにある教会、それが1600年代だっけ？そうだね。古いものなんだけど、さらにそれよりももっと古い中世の築600年ですよ。そんなの日本にありますか？そこを本当大家さんが手塩にかけて改装して、で手作りのものもいっぱいある、こういうのがあるんだよってたくさん愛情たっぷりなことを教えてもらって、そしてもしお前たちが万が一もう出るんだったら、もう他の人には貸さない。そしたら俺たちが、彼らももちろん今住んでるとこあるんですけど、そこは売らないけど自分たちがそこに住むよって。それぐらいすごく大事にしてるっていう話を聞いて、心がすごく痛むというかね。だからちょっと今引っ越すのももったいないかなってすごく悩ましい、ところなんですよ。こんな感じで家探しどうなるかわからないんですけれども、ぜひ皆さん引き続きお付き合いいただければと思います。フォローよろしくお願いします。それではまた、チャオチャオ。